こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。やった!前編と後編に分けていきます。まずこちらの動画前編では、プレパレーションの終了までをやっていきます。まずは先端を短くしてから爪の表面を削っていきます。今回、お客様5週間ぐらい空いているんですけれども、意外とシュガーネイルのグリッター残りますよね。そう、結構ね、ちゃんと残ります。そして、地爪を今回伸ばしているとのことなので、伸びた分よりもちょっと短い幅を削っています。グリッターはマシーンの時点で全部取っていっちゃいます。ある程度削っていったら次の指に行きます。ところどころベースジェルが見えるぐらい削れるとオフがとても早いので良いのですが、いきなりそこまで削ってしまうとマシーンの摩擦熱でお客様の指が熱くなってしまうので、それを避けるために徐々に薄くしていきます。なので、まずはある程度削ったら次の指に行きます。そして次の指もまたある程度削ったら次の指に行ってという風に、まずはちょっと削ってちょっと削ってっていうのを一周繰り返したら元の小指に戻ってきます。そこからまたちょっと削ってちょっと削ってという風に徐々に薄くしていくと、お客様に摩擦熱を感じさせずに薄く削っていくことができます。まずは一周してこのぐらい削っていきます。ここからもう少しさらに削り込んでいきます。ところどころベースが見えてるぐらいまで削っていけるとベストです。あと結構ね、圧をかけてしまうと熱くなってきてしまうので、かなりソフトタッチでマシン扱っています。表面をふわっと触る程度に削っていきます。何周かして表面が薄くなってきたら、ここでようやくリムーバーを使って溶かしていきます。一度ダストをしっかりと払ってからリムーバーで溶かしていきます。指周りに細かいダストが残っていると、ダストもねジェルなので溶けてしまって、薄い膜のように指周りに貼ってしまって、ちょっとね取れづらいです。なのでしっかりとダストオフをしてからジェルリムーバーを使って溶かしていきます。ここまでで片手約8分です。そしてもう片手も同じところまで行ったら元の手に戻ってきます。そしてね、やっぱり今回お客様地爪先端結構残されているので、ネイルベッドの上は指の温度があるので溶けるのが早いです。ジェルネイルは冷たいよりもあったかい方が溶けるのが早いんですね。なのでネイルベッドの上はね結構溶けてたんですけど、先端が本当に今回全然溶けなくって、なのでネイルベッドの部分だけ落としたら先端もう一度薄く削ってアルミを巻いていきます。一周したらそろそろもう一回様子を見てみましょう。温度がない方がジェルは溶けないとは頭で分かってても本当に溶けないですね。
特に今冬場だからね、ちょっと寒いっていうのもあるとは思うんですけど、本当にもう溶けないので、しょうがないので、たまにね、サロンワークで私やる、なんちゃって軽いリペアのようなカラージェルだけ削り取って、ベースジェルはそのまま残しておきます。ベースジェルと地詰めは段差がないように、MD ボードなどで優しく境目の部分削っておきます。親指だけまだオフが終わっていませんが、先に4本ケアをしていきます。グリーンポイントで甘皮を押し上げていきます。爪の表面にスポンジファイルを当てていきます。スポンジファイルは表面がなだらかになれば大丈夫なので、強くかけすぎないように気をつけてください。この時ね、よく爪を薄くしがちです。そろそろ親指の様子を見てみましょう。ようやく先端落とせました。親指面積も大きいのでね、先端伸ばしてる分、温度がない部分が広いので、溶けるの今回とっても遅かったですね。親指もプレパレーションの続きをしていきます。キューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。甘皮取りすぎ要注意なのと、指周りの角質もこの時一緒に取っていきます。ただ指周りの角質ニッパーできるのちょっと怖いなという場合は、ファイルでこすって取ることもできます。今回のサロンワーク前編はここまでとなります。そして次回のネイルでジェルネイルを塗っていくんですけれども、今回はお客様のオーダーのデザインを作っていきます。今中国で大人気のすごい流行っているデザインで、これをやりたいというふうにデザイン案をいただいたので、そちらの案で作っていきます。楽しみ。
今回も最後まで見てくれてありがとうございました。いつもコメントとっても楽しみにしていて、コメントを読んで次回の動画頑張って編集して作るぞというやる気につなげています。いつも皆さんありがとうございます。もしよかったら高評価も押していただけたら嬉しいです。それではまた見てね。